ごきげんよう、犬越健ポチです。突然ですが、私、ボングリ拾いました。しかも半分になってます。なんてな。今回は2022年初頭に発売するゲーム、ポケモンレジェンズアルセウスに登場する木星蒸気モンスターボールを作ってみたいと思います。なお、制作にあたっては一個人が勝手に想像、考察したものを元に進めております。どうぞご理解の上ご覧くださいませ。さて、このボングリですが、直径 74.8mm です。一般的なモンスターボールのサイズは約 80mm ほどと言われているんで、大体こんなもんでしょう。紙になんとなくちょっと書いてみて作れそうか確認します。よし、いけそうなので実際に作っていきましょう。設計図ですが、公式サイトの画像をもとにパソコン上でサイズをトレースしながら描画していきます。公式画像が斜めアングルなんでバランスを整えるのがちょっと大変でした。ちなみにですが、当初は 3D データを作り 3D プリンターで出力しようかなとも思ってたんですよ。でも今回は全て手作業でやってみたいっていう気持ちがあったんで、平面の設計図を起こし、一つ一つパーツを作っていこうということにしました。ここから実際の作業スタートです。まずボール本体の厚みを印していきます。そして不要な部分を全部くり抜きます。今回は開ける穴の深さと径の対応表を作ってみました。それをもとに自由切りという刃物で段階的に削っていこうと考えておりまして、でこのボール板を使って垂直の綺麗な穴を開けるはずだったんですけどね、結果から言うと使用不可でした。パンを昇降させるハンドルがね、へし折れていました。やべえです。ということで気持ちを切り替え全力手作業タイム突入。とにかく手を動かしましょう。まずは半径をくり抜く際に滑ったりずれたりしないように台座を作ります。滑り止めシートなんかをかませていい感じにできました。水平を確認していよいよ削っていきます。先ほどの対応表を見ながら穴を開けていくんですけど、早速穴開いちゃいましたね。こんなこともありさ飛んでいきます。手順としてはコンパスで 2,3mm 刻みの円を描き、それに対応する深さの穴を開けていきます。5mm くらいの切りで開けてから 12mm の切りでゴリゴリ穴を広げていきます。もっと細い切りで隙間を攻めてスカスカになったあたりでヤスリをかけ強引に掘り進めます。ガンテツさんならもっとスマートにやるんでしょうけどね。とはいえこんなの一人でしかも1日で仕上げるとか達人すぎますよ。のみは彫刻刀を駆使し無理やりなんとか削ることができました。これをもう一個やります。お次は金属パーツですね。今回は手でパテをこね造形し、それをレジン複製していくということにしました。というのも、本物はここのパーツおそらく鋳鉄製です。いわゆる鋳物ですね。一体成形感を出すのと、せっかく旧時代のからくりを作るので、職人の手仕事に少しでも近づけられればなと思い、この手法を取りました。ここもとにかく地道作業です。眼鉄師匠、ここにさらに可愛いカラーリングとかしたからな。あの人本物のプロだよ。垂れ伸ばしたパテは固まってから剥離紙を取り、コンパスカッターで抜いていきます。ところで、この動画を編集中にレジェンズの PV 第2弾が公開されまして、いや、興奮しましたね。木星蒸気モンスターボールについての情報もちょっと出ましたね。ボールの名称はそのままモンスターボールでいいみたいなんですが、アイテムの説明文に不思議なボールという文言があったんです。つまり、従来の認識通り、この時代にはまだボールの原理自体解明されてないっていう解釈で合ってるようです。ですからこの部分の謎はまだ解明していく余地が残ってるってことですね。またボールをクラフトする的な描写があってびっくりしましたね。これ作るの結構大変だけどって思ったんですけど、ゲームのクラフトシーンなんてそんなもんですわ。で、大事なのが材料の一つ、玉石です。前回考察したんですが、こっちの予想としてモンスターボールにはポケモンのケア機能が搭載されているはずなんです。それを担うのがもしかして玉石なのでは。玉石っていうネーミング自体でちょっと霊力が宿ってそうですよね。これはさらなる情報公開楽しみです。さてさて、中央パーツが終わり、ベルトの成形も終わりそうですね。各パーツを合体させ、もう一度パテ埋めをしていきます。ちなみに、時パテがなかったので、車の補修用パテ使ってます。ということで、パーツその1完成です。今度は頭頂部の煙突パーツを作りましょう。中心の穴は徐々に大きくしていく作戦だったんですけど、途中から結構ずれちゃいましたね。削って補正するんで OK です。これ、煙突って勝手に呼んでるんですけど、本当にそうなんだろうか。正直まだわかりません。今回は外側メインでやっていますが、いずれ時間ができたら内部のギミックも想像して作ってみようと思っています。ここでもちょっと余談なんですが、モンスターボールの重さってどれくらいだかご存知ですか？実はこれ1個 300g もあるんですって。公式野球のボールとモンスターボールって同じぐらいのサイズなんですけど、重さは2倍。モンスターボールは野球のボールの2倍の重さなんです。サトシさん、こんなの25年投げ続けてるんですから、メジャーリーガー真っ青ですよ。今作ってたのは煙突の周りにつく支柱みたいなパーツです。これをくっつけて原型作り終了。よし、じゃあ原型が完成したところで型取りをしていきます。まず枠からですが、実家にあったレゴブロックを使います。ちなみにそこは粘着シートを使っています。原型がきちんとくっついて取り外しも楽です。
煙突部分を一緒にセットして理系剤を吹きます。続いてシリコンを混ぜ合わせます。A と B の液体を同量きちんと混ぜることで初めて硬化するものです。しかも硬化時間5分以内と短期決戦なので、事前に準備を完了させておきましょうね。あと、気温も25度以下でやらないと作業しているうちにどんどん固まって基本抜けません。作業する場合は説明書をよく読んで涼しいところでトライしてください。翌日、固めの寒天くらいになったシリコンさん、いい感じ。シートからちょっと原型浮いてしまったので、肩で切れ目を入れて取り出していきます。原型ちょっと割れちゃいましたけどね、仕方ない。煙突もいい感じかな。どうですか？結構綺麗に取れましたね。ということで、いよいよレジン複製に移ります。再び理系剤を吹き、レジン液をスポイトで流し込んでいきます。どうでもいいんですが、ゲーム内で買うとこのモンスターボール100円なんですよ。当時の物価で言えばかなり高価なんでしょうけど、これ1個ずつ手作りですよ、きっと。職人さん泣いちゃいますよね。じゃあ逆に、蒸気機関部分は原価いくらなんでしょうね。これ今すごい気になってます。あ、レジン日光に当ててます。オプション作業竹ひご引き、これは何の作業かというと、ボール内のポケモンが安心して収まってくれるように竹の箱的なものを作ろうと思いまして、想像ですが、もしボール内に超小型の蒸気機関を搭載した場合、金属製のパーツなどが張り巡らされるのではないかと思います。蒸気で動いてるということは、どうか中は100度近い温度になってるはずですよね。暑いじゃん、かわいそうじゃんということで、とりあえずカゴくらいは編んであげようと思った次第です。こんな感じです。そうこうしているうちにレジンが固まりました。そーっと取り出してみると、いい感じ。とはいえ、細部には欠けがある様子ですね。バリを取り形を整え、補修する作業に移りましょう。さっき作ったポツポツの残りがここで役に立ちます。2つを並べてみましょうね。中心が若干楕円に見えますけど、仕方ない。次行きましょう。モンスターボールの底にある謎のパーツを作っていきます。とりあえず緑で作りましたが、もし玉石がここに入るなら赤になるはずなんですよね。もし公式で何か明らかになれば、このボールもアップデートしたいと思います。本体のカラーリングをします。紙やすりで表面を整え、木舞用シーラーをかけた後、色を5回ほど塗り重ねました。下半分は塗装せず、蜜ろうワックスで磨きます。木が持つ本来の色味を生かして丁寧に仕上げました。いい艶ですね。金属パーツの塗装はターナーのアイアンペイントという塗料を使いました。トントン叩くように色をのせていくと、鋳物のようなマットな質感が出ていい感じです。残るは留め具パーツです。直接手で触るところなので、一応本物の金属を使います。といってもアルミなので、サクサクっと形を抜き研磨して形を整えれば完成です。これも塗装します。組み立て、カゴの外側に藁みたいなの敷いてるんですけど、汚らしいんで取りました。接着剤で慎重にパーツ取り付けていきます。本体の上半分間違って真ん中に穴開けちゃったって言ったんですけど、今思うと構造的に必要な穴だったんじゃないかと思ってます。まあ計算通りなんですけどね。そして長板をつけます。パーツの厚みなどを考慮して本体とパーツのベルト部分を一部削りぴったり収まるようにしてみました。最後に留め具用の穴を開けパーツをねじ込んだら完成です。前回と今回で木製蒸気モンスターボールの動画をお届けしました。スチームパンク的な視点からポケモンレジェンズアルセウスを考察し、それを元にモンスターボールを制作してきました。いかがでしたでしょうか？制作中にもお話ししましたが、今回はボールの外側をメインに作りました。まだ公式の情報も少なく、とりあえずビジュアルを再現してみたという感じです。しかし今後は考察を広げて、内側の制作もしていきたいと思っています。蒸気機関を形作るボイラーやパイプ、冷却機、そしてもちろん歯車もいろいろ詰め込んでもっとスチームパンクな感じを出せたら楽しいですよね。その時はまた動画を作りますのでご覧いただけると嬉しいです。最後まで犬小屋県の動画をご覧くださり誠にありがとうございます。それでは旅のこれなんだとこれ何？ピカチュウさ、できるの？おうこれでいいんじゃないの？